皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。道楽親父です。ついにですね、床とうとう決心つきましたってわけじゃないんですけども、まあそろそろいいんじゃないのかなということで、玄関前の床の板、これの張り替えと、クッションフロアに変えるんですけども、その作業をやっていきます。やっぱり玄関の前っていうのは家の本当顔というか、本当一番大事なとこなんで、もう本当できることならやりたくないというかだったんですけども、もうあとここの廊下しか残ってないのかな、大まかには傷んでる部分に関しては。なのでね、ちょっとここをやっていくんですが、これもともとはね、これ剥がすと分かる、これフローリングカーペット、これをねカットしてね乗せたんですよね、以前私が。で剥がしてびっくり、こんな柄だったんだっていうことでね、もうかなりびっくりしてます。でおそらくですけどね、これ施工されてから20年以上経過してるのかな、20年どころじゃないのかな。でおそらくなんですけども、これ前のオーナーさん、これ中古の物件を私購入したんですが、おそらく一回リフォームしてるんですよね。でこの床板釘で留めてないんですよね、接着剤で留めてるらしいんですよ。で元々の釘を頭ひっぱたいて潰してるだけという、釘が残ったまま上にそのまま乗っけて接着剤で施工してるっていうね、そんな感じだったんでちょっとびっくりしました。この側面、壁と接してる部分の床材がかなり接着がね強力だったんですよ。これなんでなんだろうな。真ん中の部分はやっぱり使うからこう接着がこうどんどん傷んでくるのか、一番端の本当壁際なんかは接着がかなり残ってて、それ初め気がつかずになかなか取れないということで最終的にこれ接着されてるわってここで気づいたんですけども、あとはもうほんとスクレーパーみたいなので突っ込んで接着をこうもう本当にハンマーで引っ叩いて剥がすみたいな形でのこの剥がし方、これですよね。こんな感じで本当に剥がしていったという、全然気がつかなかったです。ここの部分で接着してあるっていうのになって、それで初めて気がついて、そこからペース早かったですけどね。で根太の方にもこの古い釘が残ってて、これ切断したんですが、どうも前回というか今貼ってあった床に使ってた釘ではなさそうなんですよ。いつものようにグラインダーでね全部ぶった切っちゃいました。で経費を抑えるために根太はそのまま使います。で床板の方の加工なんですが、これもサイズ取りして一応毛がいて、あと切るんですけども、この包丁じゃないや、ノコギリが全く切れないということでね、小細工する時に使うこのZ ソー、これよく切れるんですよね、こっちで。だんだん面倒くさくなってきて丸ノコ使ったり、でも丸ノコ下手くそなんですよ。この切れ味じゃねえや、この雑さ、なんだよこのズレズレはって。これね幅木の分入れてこの中潜らせようとしたんですけども、構造上無理だなということで幅木の分も全部切っちゃってギリギリで、幅木外せばいいんだけどね、幅木外すのもねもったいないということでこんな切り方になっちゃいました。次やるときはねちゃんと壁も全部ぶち壊してやろうかなとは思うので、今回はこんな感じでやっていきます。で細かいとこ全然切れないんでね、とうとうグラインダーまで出てきて削る始末という。でもね意外と楽でしたよ、このグラインダーで削るっていう作業。本当だったらのみでね引っ叩いてこう落とした方がいいんだろうけど、合板ってなかなかねのみでも使いづらいんでね、グラインダーの方が手っ取り早いやということでグラインダーに使いました。で実際敷いてみました。これ採寸が絶妙なのか切り方がすごいのか、ほんとぴったりすぎちゃってね結構きつかったです。とりあえず仮で当ててみたんだけど、これはめてみたのはいいけどね、抜けるかどうかねすごくほんと不安だったんだけど、なんとか抜けました。この後にスタイロフォーム貼っていくんですけどもね、採寸なんかもねほんといい加減な測り方なんですよね。この巻き尺って言わないのか、なんだっけこれ、コンベックスね。以前の動画でもね確か言ってたな、コンベックスって言うんですよ。なんかかっこいいよね、巻き尺っていう表現もね年齢がバレちゃうよね。そんな感じでね、2枚目の板なんかはねもう結構サクサクと加工できちゃいました。でねやっぱりね2枚目になるとね結構ね雑になってきて若干隙間が空いちゃうんですけど、そこら辺はねちょっとごまかして、細長く切った木の切れ端なんかね突っ込んでね接着剤流し込むという荒技を使います。これ内緒ですよ。今回もね過去に撮った洗面脱衣所とかダイニングの床と同様に
スタイロフォームをこう施工していくんですけども、こちらの施工の方は妻が全て 100% やっております。ちょっと手前見てね、ちょっと穴開いてる部分もあるんですけどね、これスタイロフォームそんなにね神経ピリピリにさせてね突っ込んだところでね断熱効果そんなもう月とすっぽんぐらい変わるようなものではないのでね、そんなに気にせずにこれザクザクやっちゃっていいと思います。で WZ ピンいつも使ってる私がなんですが、これ数間違えてね途中で買いに走るというハプニングがありました。それでたるましてかまぼこ状にして入れてに、私はねただただこのアドバイスするだけでね一切手を出すこともなく無事にスタイロフォームに攻撃されながらも最後までやり遂げました。とりあえずね全部貼るの待ってるわけにもいかないんでね、とりあえず出来上がった部分の方から床板の方捨て張りの方を貼っていきます。でこの床板なんですが、前回前々回と杉の合板を使ったんですけども、ラワンの合板って重いんですよね。でラワンの合板って重いだけあってねやっぱり強度が高いんですよ。なのでやっぱり多く通行するっていうのも、人がよく通る廊下なんかは結構厚めの方がいい。スパンがねこの横幅短いから別に気にする必要はなかったのかもしれないけども、硬い板の方がやっぱり歩いた感触全然違いましたね。こんなことだったら全部の面ちょっとお金ケチっちゃったんですけども、経費節約のためにねしょうがないんですけども、ここら辺はねケチらずラワンの合板使った方がやっぱり強度も増すし、床としては最高。最高だったらね無垢の床材使えって言うんだけど、クッションフロアのやっぱり下張りにするんだったらやっぱりラワン合板の方が断然おすすめという、自分はやってないのにおすすめするってもいかがなものなんだけどおすすめです。でここの床に関してはやっぱり釘の浮きをやっぱり気にしたのか、ビスで使ってみようということで、細ビス打って、一応固定はしました。ただ今吸引ノズルだけがちょこっと顔を出してますが、うちの R2D2 これ廃業するっていうペットショップの方からね譲り受けたものなんですけど、もうかれこれ10年くらい前かな、未だに元気でうちで使ってます。さて私の大の苦手とする貼り物が本当ね壁紙貼りにしてもね床のクッションフロア貼りにしてもねこう貼るもの切るものってねかなり私苦手なんですよ。で大体ねこう切断面を失敗して、なんつうのかな、これだとねほんとクッションフロアなんかねこの白い部分がビヨーなんて見えちゃって結構ねかっこ悪い仕上がりになっちゃってるんですけどもね、それは心配することなかれアースコークという便利な強い味方がいるんでね、今回はそのアースコークそれの施工じゃねえやそれの歯の赤それをね施工しようか施工するっていう、でもねその肝心なその施工してる動画を撮り忘れました。申し訳ございません。でもねやっぱりねいつも通りのね雑な仕上がりになってますんでね交互期待で、右に見えますのがね最近ねうちに飛び込んできたねクワガタのクワちゃん、これのね住処となっております。この時期珍しい6月なんですけどねクワガタがうちに舞い込んできました。でね玄関前のねこのね一番気ぃつけなくちゃいけないところ、手でむしったりなんだりでねこれねすごいね汚い仕上がりになっちゃったんですよ。でもねそれはねほんとアースコークでごまかしますね。苦手です。こういう細かいこのカットは本当にね目が回るというかカメラ回ってた。いくら頑張ったところでね今持ってるスキル以上のね作業っていうのはなかなか難しいんでね、ここら辺である程度目処をつけないとそのうちいっぱい練習すりゃだいぶ上手くなってくるのかななんて、いきなり最初からねプロ並みの仕上がりなんて期待しちゃいけないですよね。そうだね。ついつい期待してしまう自分なんですけどもね、なかなかうまくいかないもんです。ラワン合板2枚しか買ってなかったんでねちょっと足りなくなっちゃいました。であり合わせの 12mm の杉の合板があったんでねちょっとここのあんまり使わねえだろうって部分はちょっと杉の合板使いましたっていうのはね、もう買いに行くのがめんどくさかったんでもう疲れちゃって、で早速のりじゃねえやこれクッションフロア用のボンドなんですけどもね、面積的に言ったら 1kg で足りんだろうということで1kgのボトルを購入しました。これね 3kg のボトルだとねヘラがついてくるんですよ。なんだけど 1kg のはねついてこない。でせっかくならもう 1kg のもつけてくれればって思ったんだけど、うちこれ3本目でね3枚持ってるんですよね。この溝が彫ってあるヘラなんでねこれ以上いらないかなと
でこちらオープンタイムの方は夏場でだいたい10分からということで、多めにちょっと15分ぐらいで、やっぱ気温ね、この時期6月だったんですけど結構高いんですよね。30度近い気温だったんでね、まあそのぐらいのオープンタイムでいいんではないかと。で踏んづけてローラーやって踏んづけてじゃないローラーやって乾かしてる間にね、ちょっと掃除しながら、次の、反対側の接着剤の方を、塗っていきます。でね、これね見事じゃないかな、元々の床の方が12ミリぐらいだったのかな。結構ねかまちとの段差があった、同じ段差だったんですよ。だから逆にクッションフロアを引いたことでこうかまちとこの床面が真っ平らになるというね、偶然というか、ラッキーな結果になりました。本当はね、かまちとの段差がどうしようかなっていう、それがすごく心配で、実は施工をするのを戸惑ってたんですよね。でもまあよかったでね、やっぱりね切り口というか、本当クッションフロアのカット、これ本当ね苦手でね、こうデコボコとこうね雑なね隙間が空いちゃって、これかまちとの段差なんですけどもね、本当にね雑ねなんですがね、これをねうまいこと消そうと、とりあえずね余計なところに塗らないようにマスキングをちょっと施して、でそれからアースコークの方を施工していきます。でね、これねカメラを回してるとばっかり思ってね、すごいねいいアングルだなーなんて思ったりしてたのが全く撮れてなかったという、もう本当ねもうがっかりしましたよ。でがっかりつながりなんですけども、アースコーク違う色を買ったつもりがね、前回と全く同じ色を買ってしまってね、本当にねもうがっかりの連続ですわ。でもね意外とね色もごまかせて、若干濃いめの方がねちょっと継ぎ目がこうなんかグレーにね、グレーじゃないな、分かりづらくなるみたいでね、これはこれで良かったのではないかなと思っております。無事完成しました。さていかがだったでしょうか。このリフォーム未経験夫婦の DIY 一軒家リフォーム、こちらの方もねそろそろねゴールが見えてきそうで見えてこないような微妙なところですけどもね、まだまだ続くとは思います。この辺でね一回総集編みたいな形でね今までの振り返り1本作ってみようかなとも思っておりますんで、その時はまたご視聴の方よろしくお願いいたします。今回の晩酌はねやっぱね重労働の後はねやっぱりねパワフルな飲み物ということでね、キーバエナジーウォッカ、キーバ株式会社が製造してるチェリオがねこれ瓶詰めしてるらしい、缶詰してるらしいけど、で風味がねチェリー&ミックスベリー、普通のエナジードリンク割りです。本当にお疲れ様でした。今回も最後までご視聴ありがとうございました。ドラコ親父でした。